のパンがこんなとこで食べれるなんていうか。これはスパイスのミックスで、コリアンダーとフェンネルとキャラメルを混ぜたものです。これは、ついでます。ライ麦と水を混ぜたものと、小麦の。毎日キレッとしてます。昨日作るじゃないですか。その時の温度と今日出来上がった時の温度で、なんていうんですか、小麦の酸味とかが変わるので、その温度が低すぎるとちょっと酸味が強くなったり。うちのこんな感じなんですけど、あえてこう乾かして、これを生地に。もう熱湯なんて入れたら候補がね、大変なことになりますから。大抵はしないです。今日寒いから。寒すぎて、すごい温度が下がっちゃうんですよ。このも冷たいし。もう10年ぐらい前になるんですけど、国分寺の学芸大学で留学してたドイツ人の人と出会って、で、お付き合いして、留学期間が終わって帰るってなったから、それで、じゃあ一緒にドイツ行こうかなって言って、ついて行ったのがきっかけで、そうなんです。それで、もともと日本でパン屋で働いてた経験もありましたし、運よくドイツでお仕事が見つけられたって感じです。それでドイツで7年、パン屋で働いてました。入ってるやつを持ち上げようとするとすごい重くて、やっぱ生地もくっついてるから。私、ドイツパンをまともに教科書で学んだ人間じゃないのであれなんですが、私の感覚としては、日本のパンの生地って結構油油脂を入れたり砂糖を入れたりが多いんですけど、うちのパンは基本的には砂糖と油脂は使わない生地になってます。食事パンですね、基本的に。毎日食べられるパンですね。これは、クランベリーとくるみですね。チーズが必要です。そうですね。ライ麦酵母が、15時間から
18時間発酵させて、それが、乳酸菌発酵してるので、ちょっと、酸味がそこからありますね。しようけど、一応、これトーストの生地です。あまり食パンメインじゃないので、食パン焼くの4本だけです。トマトとかチーズとか乗せて、フォカッチャになります。お客さんの需要がやっぱりね、なんか、大きいパンばっかりだとお昼に食べれるのがないかなっていう、ご意見をいただいて作り始めました。ちょっと広げて。日本のパンって結構、手の込んだ成形とか、やるじゃないですか。フルーツパンあまりそういうことないので、いかに簡単に手間をかけずになるかって感じですね。うちはホイロがないので、ホイロって発酵機ですね。ないので、このバグも夏場は全然このままでいいんですけど、冬場はやっぱり寒いので、それをオーブンの前にこれは、昨日もう作っておいた中倒れになるんですけど、プレッツェルとかクランベリーバルムスですね。あとなんかいろいろバゲットとか、やっぱり趣味を仕事にしたので長く続けなくちゃ。英語とドイツ語だけです。もうでもドイツ行った時はドイツ語ゼロで行ったので、本当にゼロで行ったので大変でした。なんか最初の働かせてもらえたお店は英語だけで働けたんですけど、その次のお店は私のドイツ語が A1 っていう本当に一番下のレベルのドイツ語しかできなかったので、仕事始めて半年ぐらい経った時に夫と一緒に呼び出されて、ボスに「チカのドイツ語やばいから家での会話ドイツ語だけにしろ」って言われてすいません。いや、そりゃそうですよ。だってレシピもまともに読めてないし、同僚とのコミュニケーションもやばかったので、いや、そうなんだろうなって思ったんですけど、そんなこともあって、いろいろありましたね。いろんな人がいたし、いろんな人に助けられたし。今は、やっぱ7年いると、ドイツ語できるようになりました。入りきらないかも。何の作業してるんですか？
あ、ただ水を計量してます。クランベリーとくるみの生地ですね。これは明日用になります。だいたい3日ぐらいかかるんですよ。この中種を全然2日前に作って、で昨日作って今日生地立てて明日焼くって感じで。イーストたくさん入れればすぐ発酵するんですけど、うちはイーストとほぼ最低限の量にしてるので、ゆっくり発酵させてゆっくり。シナモンロール、甘いパンシナモンロールしかないよね。あとこのヤシの実のペーストを使ったモンシュネックっていうのを作ります。シナモンロール作りたくないんです。フルーツパンだけでけどやっぱりなんか甘いパンが欲しいって、そのうちはもちろんありますよ。最初このバターとか砂糖かけてるのも結構罪悪感だったんですよ。でなんかこんなの食べたら大変なことになるぞって母にも言ったんですよ。なんかこういうの甘いの作りながらも罪悪感しかない、こんな油と砂糖食べさせてって言ったら、それはこっちで調節するからいいのって言われてあ、そうですパン作りのポリシーみたいなものってあるんですか？頑張らない。うちのお店のコンセプトとしては、まずパンは安心安全で何が入ってるかっていうのをお客様に提示できるお店にしたいっていうことと、あと働き方としては、効率のいい働き方で、私今働いてるのは朝6時から大体11時12時には仕事が終わる状態にしてるんですけど、仕事をしすぎないっていうのがコンセプトですね。結構パン屋って工房が外から見えないじゃないですか。そうするとパンを作る職人たちが太陽に当たる時間あまりないんですよで太陽に当たるとやっぱり人間だから元気が出るので、太陽当たる職場にしたいなと思ったんですね。それで1年ぐらい物件探してじゃあ何を体に入れるといいとか悪いとか考えたことなかったんですよ。全然なんかこう食べ物を売る立場でありながらそれを考えたことなくて、でドイツ行った時に2軒目のパン屋で働いた時にボスが「俺は子供とか家族に食べさせられるパンしか焼かないから」って言った時に「何その考え方」ってそれでなんかその人のレシピもうちでも使ってるんですけど、確かに食べ物を売る立場で、お客さんに売るのは当たり前ですけど、もちろん自分の家族も食べるからそこ大事にしなくちゃだろうなって、自分が食べているもので体ができているっていうことをなんか
ドイツに住みながら日々感じてました。B です。バックスの B です。海水入れ始めます。これから立ってる生地が、この B って書いた生地が立ってていきます。何かありますか？こんな。大抵なんかこっちの作業は11時か12時ぐらいに終わってるので、その6時間で仕事終わります。小さいのは試食用になるんですね。やっぱ小さく焼くとハードパンってもう全部がもうカチカチになっちゃうんですよ。けど大きく焼くと外側はクラストがしっかりあって中はふんわりっていう。うちはどっちかというとそっちです。大きいパンを焼いて外側はパリッとしてるけど外側はそのままバクって食べることはなくて、やっぱスライスするので皆さん思ってるハードパンよりは食べやすいかもしれない。分割やっていきます。していきます。これは B って書いたバックスライブにっていきます。ちょっと先にこれ焼いてます。オーブンです。はい、うちのおすすめのパンはこのパンなんですけど、何が美味しいって、まあ材料が一番シンプルで、まあ粉、水、あと酵母と塩と。あとこれはスパイスを入れてるんですけど、ちょっとスパイスの効いたパンになっていて、スパイスはフェンネルシードとキャラメルシードとコリアンダーっていう3種類を入れていて、一番最初にスパイス入れてた、はい、この生地です。ロッケンクラシックっていうライ麦84%かな使っ
ちょっとスパイシーなんですけど、酵母も酸味とよくあって、もうバター塗るだけでも美味しいですし、サンドイッチにしたり、もう毎日でも食べるみたいなので。あ、これはブリオッシュです。そのままシナモンロールの生地ですね。オリーブ入れます。はい、お願いします。この形でも、こうやって上にあるやつと、こうやって下にあるやつと、いろんななんか地域によって違うんですよ。それで私が習ったのはこっちのこう横になってるこのタイプで、それはこうやって組んでるこの形だからって言われて、それはこう横なんですよ。たまにこういうなんか地域によってはこういう形とこういう形といろいろあります。私は南西部で修行してたんですけど、そこはこのスタイルでしたね。ある分使い切っていいですか？
ドイツのフランスパンって、穴があんまり、大きい穴があんまり開いてなくて、それも、国民性というか、なんか、ジャムに乗るのに穴が大きかったら塗れないじゃないっていう人がいたりして、私が働いてたパン屋はほとんど穴の、なんかもうきめ細かい、ほぼ大きい穴の開いてないパン、フランスパンに置いてました。私はこれが好きだった。最初買った時にね、これと、これ買ったのかな。で、結構、なんか、ドイツのパンがこんなとこで食べれるなんていうか、ドイツはしてないんだけどね。みんな、ドイツの人、行った人はパンが美味しかったよって言うから、